ナダ当たり前通信ザ・インタビュー。今回はカナダ自閉症児ママさんにお話を伺います。日本で、自閉症のお子さんを育てている親御さんたちに、普段日本で暮らしていると日本の社会しか見えないことが多いと思うんですけれども、こうやってカナダの社会について発信することで、こういう世界があるんだよっていうことを皆さんにお伝えしたいなって思って、いつもそのカナダの自閉症サポートについて発信しています。長男が今12歳なんですけれども、自閉症と診断されたのが3歳の時ですから、もう自閉症児の子育てをして10年ぐらいになるんですけれども、過去に一番辛かった時っていうのはやはり自閉症の診断が下りた時ですね。やはり自分の中でもたくさんの葛藤がありましたし、とにかく自閉症というものが何か分からなかったで、それがものすごく辛かったんですよね。でそこからどうやって立ち直れたかっていうと、やはりカナダ政府のサポートが今思えば一番大きかったと思うんです。でその、一番大きかったサポートっていうのが、カナダの、自閉症サポートなんですけれども、6歳以下の子どもが自閉症と診断された際に、まず最初に政府から$22,000の助成金が自分の手元に届くんですよ。自分の名前でアカウントを開いてもらって、この$22,000をお子さんのために使ってくださいというふうに言われるんですね。で$22,000、いきなりねポンとこう手渡されるってすごいことじゃないですか。ですから今思うとそれがなんかこうカナダ政府から力をもらったというか、お金っていう形になるんですけれども、親に力をくれるわけですよね。でそこで何が起こるかというと、親はどういう領域が存在するのかっていうのをリサーチし始めるんですね。で私も一緒でした。その助成金を渡された時に、まず領域って何だろうって、で領域何が存在するんだろう。でそのリサーチを始めた時に驚かされたことが一つあって、でカナダにはもうありとあらゆる療育ビジネスが存在するんですよ。ですから今までたくさんの療育を自分の、長男のために試してきたんですけれども、言語療育もありますし、フィジオセラピー、ちょっとこうどうやってね階段を上るとか、滑り台を滑るとか、もうブランコに乗るとか自転車に乗るとか何でもあるんです。もうすごいなって思って、アートセラピーもありましたし、あと他にはマルチスポーツとしてマルチスポーツ療育といって、サッカーをしたりベースボール、野球をしてみたりとかテニスをしてみたりとか、私の場合、長男が自閉症、次男が低形児ということで、障害のある子どもと低形の子どもを一緒に育てているところがあるんですね。で、インクルーシブ教育っていうのは、障害のお子さんにとって良い教育というふうに思われがちなんですけれども、実は低形の子どもにとってもものすごく良いことだと私は常々思ってるんですね。っていうのは障害のあるお子さんが、クラスメートが
自分の教室内にいることで、低系の子どもたちも障害とどういうふうに接したらいいのかっていうことを自然と学べる環境ができていると思うんですよ。で、日本でよく、多様性が必要っていうことをおっしゃる方、耳にすることがあるんですけれども、その多様性っていうものは大人になってから学ぶものではなくて、子どもの時から自然に学ぶものだっていうことを私は常々思っていて、ですから、小さい頃からそうやって障害に接していれば、大人になった時も自然と障害に接することができる。でも子供の時に障害児と接に育ってしまうと、大人になって障害の方に会った時にやはり戸惑いっていうか、違和感というか、どうやって接していいのかわからないっていうことが起こると思うんですね。ですから、インクルーシブ教育っていうのは本当にもう障害のお子さんだけでなく、障害があるお子さんだけでなく、低系のお子さんにとってもものすごくいいことだなって私はいつも思っています。それでですね、ちょっと私は自分自身は障害について触れずに育ったところがあって、障害についてやっぱり今でもそうなんですけれども、違和感を感じてしまうところがあるんですよ。自分の息子に対してはだいぶ理解できるようになってきたんですけれども、他の障害を持ってる方を見ると、やはりどうやって接していいかわからないんで、どのように話しかけてよいかわからないっていうところがずっとあったんですね。で、これは長男が幼稚園に入園した時だったんですけれども、たくさんの子どもたちが長男のところに駆け寄ってきて声をかけてくれたんですね。で、私がごめんねって、うちの長男はちょっと自閉症っていう症状があって、ちょっとねみんなとは違うのみたいなことを言ったんですよ。最初にごめんねっていうことで、自分はごめんなさいっていうふうに子供たちに言っちゃったんですけれども、その時に幼稚園の先生がですね、ごめんなさいっていうことはないよって言って、それがあなたのお子さんの謝ることはないよっていうふうに言われたんですよ。で、どうして謝るのっていうふうに言われて、そこの中でどうして私謝ってるんだろうってこう気がついたんですよね、その時にね。で、子供たちが本当に自然に長男のところに寄ってきて一緒に遊んでる姿を見て、なんていうんですかね、障害児も低系の子供たちも自然に遊べる環境っていうのが存在するんだなっていうのを気がつかされたんですよ。で、そこでもう私は謝罪の気持ちじゃなくて、もうこれは感謝の気持ち、これはなんか嬉しい気持ち、こうやってもう自分の長男がもうみんなのところに一緒に入れてもらって一緒に遊んでいるっていう環境がものすごく嬉しくて、いや、なんで私は謝ってたんだろう。それからもう感謝するようになったんですよね。子供たちにありがとうねって言って、なんか長男と遊んでくれてありがとうねって、仲間に入れてくれてありがとうねって。で、みんなが声をかけてくれても、やはり自閉症の特徴なんですけれども、パッとどっかに行っちゃうことがあるんですよ。だからみんながこんにちは、一緒に遊ぼうって声かけてくれても何も言わずになんかどっか行っちゃったりとか、あとなんか何も言わずに違うことを始めちゃったりとか、その時は言葉もあまり出ない方だったんで、普通のねお子さんだったらなんであの子を無視して
あっちの方に行っちゃうんだろう、一緒に遊んでって言ってるのにどうして行っちゃうんだろうって違和感を感じてしまって、それ以降は遊ばないっていうことがあると思うんですけれども、うちの息子のクラスメートたちはそれはもう長男の特徴だから、なんか今遊びたい気分じゃないんだっていう感じで自然に受け止めて、でまた長男が戻ってきた時に戻ってきた、じゃあ一緒に遊ぼう、何する、これするっていう風に話しかけてくれたんですよ。だからもうそれがすごい嬉しくてで、こんなこと言ってはなんなんですけれども、そのクラスメートの子供たちから長男にこういうふうに声をかければ長男は反応するんだとか、長男はこういう遊びが好きなんだとか、いろいろ教えてもらうことがあって、で幼稚園の時に私はたくさん子供たちから学ばせてもらったっていうところがあったんですよ。でそれってすごいなって思って、教えてもらったことっていうのは、例えば、単純なことなんですけれども、自閉症の子供っていうのは選択肢を与えられると、こっちがいいあっちがいいっていうふうに答えやすくなるところがあって、でおかしな話、それを私は子供たちから教わったところもあるんですよ。クラスの中でこうやってこう遊んでいる時に、長男に対して子供たちが何をして遊ぶっていう風に聞くんじゃなくて、これして遊ぶってもう選択肢を持ってくるんですね。もう分かってるんですよ。こういうことをすれば自閉症のお友達っていうのは僕と一緒に遊んでくれるっていう感謝の言葉をその子供たちに伝えるようになってから、子供たちがもっともっと自分の長男を積極的にサポートする環境が育ってきたんですよ。でその子供たちの親御さんに会うたびに、私も、親御さんたちにも感謝の言葉を伝えると、やはり親としても、自分の子供のした行為に感謝されると嬉しくなるわけじゃないですか。だからなんか感謝の言葉が嬉しさに変わって、その嬉しさがまたさらに倍増していい環境になっていくっていうか、なんかそれってすごい素晴らしいなっていうふうに思うんですよね、常々。人によって教育に関する意見は違うと思うので、これが 100% 良いとか 100% 悪いとかそういうことはないと思うんですけれども、インクルーシブ教育をすることによって、その学習能力の高いお子さんの教育を妨げることになるっていうことを昔っていうか、数週間前なんですけれども、おっしゃっている方がいて、で確かにそれは本当かもしれません。そういう学習についていけないお子さんが同じクラスにいることで、やはり教育のレベルが下がってしまうかもしれない、そういう可能性はあると思うんですけれども、それに対してはいろいろな対処法があると思うんですね。わざわざ全部 100% 分けてもう学習だけに集中するという環境よりも、やはりみんな一緒に学ぶところは学んで、そういう学習能力が高いお子さんはまたさらに別のクラスでちょっと学習してもらうっていう形でも私はすごく良いと思うんですね。そういうお子さんたちっていうのは日本をこれから引っ張っていく、職業に就くお子さんが多いと思うんですね。ですから政府関係だったり、お医者さんだったり弁護士だったり先生だったりで、例えばお医者さんなんですけれども、自閉症の
お子さんを、見る際にですね、そのお医者さんはもしかすると大学でそういう障害を学んで、学問的にはそういう障害のことをよく分かっているかもしれない。でも、自分がもしその障害の子供を持ってどちらのお医者さんに見てほしいですかってこう比べた時に、もう子供の頃から障害に触れて育ったお医者さんと、成績優秀で大学でのみ学問として障害を学んだお医者さん、どちらに見ていただきたいですかって思った時に、やはり自分だったらそういう小さい頃から障害に触れてきた、障害を心から分かっているお医者さんに見てもらいたいっていうふうに思うんですね。私はいつもこのようにカナダの自閉症児サポートについて発信しているんですけれども、そこで時々思うことは、日本の社会って気づきが起こると歯車がすごく速くて、すぐに変われるパワーが日本社会にはあると思うんですね。ですからこの発信をすることによって日本で見ている方々に気づきが起こって、日本社会がどんどん進化して、障害児にも優しい世界になってもらいたいなっていうふうに思っています。カナダ自閉症児ママさん、ありがとうございました。いろいろな気づきによって誰もが暮らしやすい環境になることをカナダ当たり前通信も願っております。最後までご視聴ありがとうございました。